どうも、トラビシュマンです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、ということで、今日はですね、はい。シンシンさんにやってきました。やったー。はい。おめでとうございます。福岡でございます。はい。俺らがシンシン来るのって5年ぶりぐらいらしい。YouTube ぶりだね。そう。そっか。その時食べてないメンバーがいるから。そうなんだ。少人数グルメだったから。俺とシメとノエル君食ってたらしい。あとの4人は食えなくて、イライラして終わった。あの企画大変だったよね。めっちゃ大変。めっちゃ歩いてさ。今見たら全然顔違うと思う。若い手もちょっと。もうね、懐かしいよね。懐かしいわ本当に。今日もだって2公演やった後だそうなんですよ。今日はですね、ライブ終わり、福岡のライブ終わりなんですけど、今日は軽く打ち上げ、中打ちということで、今日はまあコンサートのこと振り返りながら、ざっくばらんに6人で過ごしていきたいなと思います。ということで、頼みたいもの頼んで、話しながら、食べながら、飲みながら、過ごしていきましょう。最強だ。最高。何頼む？飲み物頼んじゃう。飲み物。何飲みたいんだよ。俺ハイボール。ハイボールかやっでぱり。も目があったよ、目が。目がいっちゃう。メガハイボール。来たよ。ハイボール一つで。あとカルピスソーダ。ありがとうございます。ありがとうございます。一番ありがとう。なんか今回はあれでしょ？結構好きなようにも話しちゃっていいんでしょ？そのタイトルにネタバレしますって書いてあるから。そうだね。ライブのこと話なんだね。まずあれじゃない、アルバム引っ提げての。あ、ちょっと待って。どうした？電話？お疲れ様です。今、YouTube 撮ってます。誰？先輩じゃん絶対。全然福岡に行って、行ける、ギリ行ければ。行けない。すいません、失礼します。誰？明日もライブあるし。ちょっと終わったら急いで行ってみるわ。いや無理だ。誰？気になる。有岡君。有岡君かい。有岡君かい。と思った。有岡君東京いいんでしょ？ご飯食べてる。そうなんだ。来ないみたいな。いいね。お疲れって最初めっちゃ声でかかった。聞こえた？はい、じゃあみんな乾杯するよ。じゃあ今回は特別に僕でいいですか？もちろん。いつか言って逆にいい？さあ、ということで今日はね、こうやってみんなで集まれたのも嬉しいけど、ライブっていう福岡の公演があったからみんなで集まれたわけで、公演ってさ、1万人以上の人たちが集まるってすごいことなんだよ。なかなかさ、そのなかなかさ、そんな機会ってないというか、普通に生きてたら自分たちで集まることってないから、それに感謝して、で無事に終えれたことに自分たちも褒めてあげよう。じゃあグラス片手にじゃあそんなお疲れ様と感謝を込めてチアーズしてる時じゃん。うまいかも。うまいかも。やばうまいかも。染みてるかも。ああ。染みてるかも。シワやばいね。早くないですか？チャーシューキムチです。じゃあ俺ちょっといっちゃっていい？いいよ。チャーキムやばいね。うまそうめっちゃ。めっちゃうまやばいね。い。めっちゃうまい。チャーキムとか。だって抑える場所。キムが濃い。キムが濃い感じ。あ、顎外れそう？外れてる、やばい。うますぎて。あれじゃない？誰がどこやったかっていうのはさ、こうファンの人に気になってるところではあるじゃん。ライブの演出でってことだよね。あ、そう。そうだね。それは話してないかもね。詳しく話してない。曲ぐらいから言ってる。それ言ってく？一人ずつ言ってこいよ。じゃあ俺先行っちゃいたいな。じゃあ次が。めっちゃさ、こう意見くれて、なんかそうやって作っていくのがすごい久々な感じがしたから、みんながこう一つになって作ってくれたのはすごい嬉しかったなって今でもすごく思うし、今こうコンサートしててもこうまだねこういろんな意見を言ってよく仕事してくれてるのはすごい嬉しいなって改めて思った。大変だったよね、多分ね。海がもう最初の段階でさ、みんな
意見言ってってみんなの意見聞きたいからってもう第一声がその言葉からさ、俺らもそこに甘えてなんかバーっていろんな意見言ったりしてそこをさそれぞれ個人仕事ありながらもさ海はもう朝から夜までっていう時間を削って確かにだって今回結構リハーサルも揃わなかったじゃん。それがさ俺ら初めての経験じゃなかった。そうね、なかなか揃わなかったね。基本誰かいなかったもんね。このマッチョとチャカに関してはずっとドラマ期間でもうだったね。もう本当に数回じゃない本当に。いや本当にそう。何回リハしたんだって少なかった。計10回行ってないと思う。これ全員がいてっていうことで。全員いる時は5回とか逆に一人の時とかもあったもん。あったの？だから早めに入ってみたいな確認作業みたいな。まあありがたいことだけど、なんかねこう時間がねなかったって言い訳にはなんないけど、その中でやれたってことはね。そうだね、いろんなところに呼んでもらえるようになったってことだよね。強みでもあるね。そのじゃあ限られた時間の中でどうやるかみたいな部分をさめっちゃ考えたし。めちゃくちゃ安心感あったけどね。確かにさ、俺とチャパもさずっと出てなかったよ、リハとかと。その中でもさ、俺らがさリハ行ったらさここの位置だよここの位置だよっていうのをさちゃんとこう覚えてさ教えてくれるじゃん。すごい安心してドラマも挑めたっていうか。本当いいメンバーだね。どっちも集中できたっていう部分はね。そうそうそうそ嬉しいよね。で、誰が誰やシズヤからいく？俺まず何の曲プロデュースしたかからいくか。プロデュースしたのは改めて。HBD です。うわ曲中にさ、今日誕生日の人が聞いたりとかさしてその人をお祝いできるっていうのもそうなんだけどさ、そのお祝いできるっていうのはこうなんだろう、ファンの方々みんなでお祝いしてるっていうのがいいなっていう。なんかそれさ、私関係ないからってなんないじゃん、俺たちなんかそれが俺は温かいなって思うし、あれだよね、ライブフォーカスで割とできた曲だっけ。そうだね、なんかライブでこういう雰囲気でやりたいからでハッピーな感じでやりたいからっていう伝える感じでみたいな、ちょっとリファレンスに入ってるね。輪になって踊ろうじゃないけど、みたいなみんなが知っててね、みんながで口ずさめる。そうで踊れるハッピーな曲ねつけてやらせてもらって、みんな覚えて踊ってくれてたらしいけどね。テルがテクドップでさ出してるだからね。あいつさ、そう教えてよ。でもね、中盤よ、本当に2カ所目あとぐらいライブのね途中に。ペンライトがそういう風に入れてる。動いてるよね。そうそう。でみんなちゃんとこうね覚えてきてくれてんだなっていうね。嬉しいね。レシピやれるかな、100% 果汁の。嬉しいや。出た。ナイスハップ。最高。次くらい行くじゃん。これプロデュース。これはウイスキートニック。知ってたらウイスキートニック6世のカウンターにジン歌詞もね、俺と共作だもんね。あれ何なの？俺一人で皆さん俺一人で作りました。ブックレットもちゃんと見てください。見ようからマッチだけです。じゃあそういうことにしとくか。共作したけどマチュだけにしてんな。してないしてない。もうだって何？ありがとうございます。今回演出でそれこそバーカウンターとかソファーとかで雰囲気がちょっとねムーディーなんだよね。ムーディーね。チルでちょっとロマンチックな感じで。こういう雰囲気にしたいってマッチが言ったんだっけ、セット。そうセットもそうだし、まあ間接照明的な感じとか。間接照明にこだわったってこ間接照明にこだわった。あと家具もこだわった。家具もこれっていうのを全部選んだりとかして。そうなんだ。さマッチの私物じゃん。あれ俺私物じゃない。家からね。俺バーテーブル私物で持ってない。嘘。だけどさソファーさ玄太のやつじゃないの。もう昔のな。似てるけどなんで知ってんの？シンプルに曲良くない？曲いい、めっちゃいい。俺のライブバージョンも長さ好きなんだけど、フルでさこのシメとシズンマジも出てるからさ、シメとシズあそこもいいよね。覚えやすいし、だからといってなんかキャッチーすぎるってわけじゃなく深みがある曲。俺さあんなパートあんの知らなかった。
知っとけよ。楽屋でなんかみんなでさ、あだってテンション上げたりさ、やってるね。で、おいもう感動しちゃって、何このいい曲みたいな。いややばいよね曲。二人の声もめっちゃかっこいいし、歌詞もいいし。マチがこれ書いたっていうほぼ今知ったぐらい。ほぼね。ほぼって何割とか言えないぐらいほぼ。何割とか言えないほぼって何？アメリカンすぎるって。じゃあ締めいく？俺はスリルだね。解放というのがめっちゃ悩んだもんね。めっちゃ悩んだ。ね。もう全体の話だけどね。そう順番も違ったもんね。そうだね。これはね、多分初めて知るよ、多分。ファーストディレクション段階ではスリルだね。スリルでオープニングで投資までね一回やったけど、でもやっぱこう通してみて分かるものとかがあってね。いろんな意見があってメンバーから出た意見で今の形になったんですよ。もともとそんな踊らない曲だったんだよね。だから本番が1月4日からで。そうだよ。ちゃんとで仕上がったの1月2日年とか末もそうだね。 31もやったよね。やったけど、そのカウントダウン TV の朝リハして、その後コンサートリハして、またカウントダウン TV。そう練習もやったよね。そう練習やったのよ。2日は本当はお休みにしようってなってたんだけど、もう間に合わなそうやないから2日じゃあリハしようかって俺らで集まろうってなって。俺はだって1日のその地元帰ってさ、こう行くじゃん、初詣。こうやった時、頭の中、その振り付けだけだよね。描いてない。そう。セットリストずっと抜けなかった。抜けなかっでもファンのみんなが喜んでくれるものができたことが良かったよね。そうだね。できたから。マジですごいと思う。トラビスとか。本当？だってさ、お前らさ、まずさ、あ、お前って言った。マジで良くないわ。いいね。あーもうやっちゃったの。どうしたお前って言ったらダメなんで知らない。誰が言ってた？先生とか。先生とか。アバウトだな。今、その先生とかって言った時の顔めっちゃ不安そうだった。いや、マジすげえんだよ。何？ちょっと強く言いたいの？いや、ほんとお前らすげえ。でもさ、ドラマとかいろいろやってるじゃん。それはバラエティーとかさ、そうじゃん。 SNS とかやってさ、でさ、振り覚えるスピード、マジやばいっすよ。いやだって、シーズンもでしょ。いや、普通にリアルにさ、3時間ぐらいでさ、一曲覚えるじゃん。そうね。そうしたらさ、もう3日目とかにはさ、もう、ほぼ MV 本番じゃん。そうだね。入ってたりするね。そう、すごいんですよ。でもそうだね、シズも。いや、でも俺もうめっちゃいい練習してた。そうなの？偉いね。いや、でもそれ、じゃあ、俺がじゃあ俺いけよ。いやそれが身になってるのがすごいことなんだよ。ちゃんと練習してっていう。いや、でも本当にすごいんですよ。だお前らスペシャリストだ。あ、お前言っあ、やべた。お前言った。あー、俺が習った先生に言っちゃおう。習うって何先生？何先生？いや、思い出せないんだよな。言えよ、遠いから。次は現在は。俺はラッシュだね、ライブで。オートチューンでやりたかったんだよ。オートチューンね。オートチューンでやりたか俺らっ初めてだよね。なかなかなかった。た。そうだね。エモさもあったり、トラビスの声って特徴じゃん、それぞれの。なくならないようなオートチューンのちょっとパーセンレベルを考えながら作ったり、恋心せかせかした物語をちょっと表現しつつ、ライブではああいうコンテンポラリーっぽい感じで。あ、そう。もともとね、玄太がこの曲作った時にね、コンテンポラリーっぽい感じでやりたいって言ってたもんね。そう、だから最初めっちゃ思ったの。その細かくてかっこいい感じの振り付けか、逆に81の時みたいな、なんか曲とダンスのなんかギャップを生み出せたら面白いなっていうのもあって、再現できたらいいなっていうのでやったね。いやー、マジいいよね。で、ドカ雪あるじゃん。結構口に入る。マジやばい。息できない。最近結構入ってくる。毎回さ、ガチャじゃん。落ちてくる量と場所もね。たまにさ、束いや、俺は今日頭にファーンってなってなるよね。ファーンって
デスイーターみたいにバーンって消えるが通るって危なかった。でもさ、それ以外にもさ、ナインティナインもやってくれたじゃん。そうだ泣いてないね、そうだね。ね。振り付けも考えてくれたし。そうだよ。ゲンタも年末忙しい中ね。そうよ。ツリーもそうだけどさ、ナインティナインもさ、基本こうキラメロとかはさ、動かないじゃん。なんかすごいこうギャップが生まれてるというか。そうだね。やっぱこうオープニングは踊らなきゃいけないみたいな風潮がやっぱなんか踊られちゃうってたまにある時はあるけど、それをちゃんと覆してくれるメンバーの考え方ってすげえ素敵だなって総合演出をして見てて。海ピー。でもあの気候はさ、カイトのやっぱアイデアだったわけじゃん。そうだああいう風ないろんなディレクション、俺らより先にでなんだ打ち合わせミーティングしててさ、でその中でこういうアイデアありますよって自分からも出してあれが決まったわけだ。現在にありがたいな。いやいやいや。思ったね。拍手だね。ずっと忙しいな。本当だよ。何今シリみたいな。なんか DJ にいるとき楽しそうでね。いや、いいよね。嬉しいね。メンバー同士さ、シンプルに楽しくない？まあね。楽じゃない？気持ちいい。なんかそれはわかるね。ちょっと寂しいよね、やっぱ一人の仕事。逆にじゃあシズヤさ、ゲンタの外の時行ってあげるよ。いいよ、全然。お休みだってもう全然行くって。どう？邪魔じゃない？喋る。なんでだよ。いやいや、ゆったりしたいから。ありがたいけど。じゃあ締め。締めのプロデュース曲。さっき言ったよ。言ってないよ。言ってよ。俺はどの世界を生きてたんだい今。や、とかじゃなくて、ガチで。スリルの話しないと。スリルしてる？してない。俺みんなと同じ時空生きてるよね。はい。Let's go, let's go! いや、そういう曲じゃないね。そういう曲じゃない。その曲を、いや、その曲はそんなポップにできないよ。これが本当にやって怖い話。いやいや。ということで、チャカちゃん。てってれー。だと思ったよ。だから、ラストチャカちゃんだよ。これは、うん。ファイヤーフライズって曲をプロデュースした。お、宮近海斗、よろしく。よろしく。やめて。よろしく。お願いします。やっぱみんなにないジャンルがいいよねと思いながら、でディレクターさんとかもじゃあ一回なんかリフだけというかメロディーだけの素材をお願いしますっていう中で選んだのが「てってってっててってってって」っていうもう永遠になんかそんなに転調がないような選んで、その上でこうなんかこういう作ってくださいって何作ってくださいみたいな感じで歌詞をその書いてくれる人なんで誰ができたみたいな感じで、挑戦的にはなんか普段みんながラップするわけじゃないけど、みんなまんべんなくラップみたいなパートを作りたいみたいなのはあって、でまあ先に順番が決まったのかな。順番の後に曲順がね。ライズっていうのが決まって、そしたらウイスキーの世界観をマジにまず聞いて、そしたらああやってセットがあるってなったとこで、ハウス家の中でバトルとか、なんか室内でやってるバトルって結構ちっちゃくて狭いんですけど、なんかみんながわらわら言ってみたいな、そんな雰囲気でナンバーできたらいいんじゃないかなみたいな。で振り付けもなんか頼みたいなと思ってたから、番組で共演したかりんさんにこうお願いして、そしたら OK だったから、スケジュール的に。なるほどね。やばいよ、マジでやばかったね。でもかっこいいけど一番難かったね。あの感想みたいなところあるじゃん。あれマジむずいよね。振り付けもそうだけど、ニュアンスをつかむのも大変だったよね。今回のちょっと一個課題みたいなね。そうだねファイアフライス確認しとこうみたいな。勉強になったよね。なんかでも感じて、やっぱみんなダンスやってきて、そのやばいニュアンスわかんねえみたいな時間とかも、俺的にはなんかすごい
有意義な時間だったなって思うし、って感じですか？そうね、忙しい中でもしっかり意見を言ってくれて、トラビスジャパンのコンサートをより良くしたい、トラビスジャパンのコンサートを早くファンに届けたいっていう気持ちを表したコンサートだからこそ、こういい形になったのかなって思うから、メンバーにはまずありがとうっていう。いやこちらこそですよ。かもへん。ありがとう。ありがとう。ボス言わなくていいの、大丈夫。そうだ、ボスはLet's go Babe 気になる What's your name 有毒な俺たちはプロパガンダなんか乗れるし、ちょっと歌える部分もあるし、キャッチーでかっこいい曲欲しいなってすごく俺は思ってて、まあ演出としてはもうとりあえず火ブチブチでやりたいなっていうのがあって、だから今回のライブでもそういう風になってるし、あとどうしても俺はトラビスジャパンが地下からジャンプして出てくる絵が見たかったんだよね。ポップアップが絶対似合うじゃんこいつらっていうのがあって、それがデビューしてやっと叶うってなった時にポップアップでボッシー登場したらかっけえなと思ってそれにさせてもらいました。最初ゴールデンガールでしょ。そう、それもね本当はね合いそうだったんだよ。結果いい。ノリ君のやつはね、アンダードックスはこうやっぱすごい勢いのある疾走感のある曲だからこそ、こう煽りにね入れさせてもらって、でまあ今回まだノリ君がお休み中だから、ノリ君のトラックも見守っといてもらって、ノリ君の声を出してその7人で歌ってるよっていうのを演出したよね。6人でやるって成立させないといけないことっていう部分は根底にあるんだけど、でもやっぱ7人で作ってる楽曲だし、7人でトラビスジャパンだから、なんかそこの伝え方みたいな、もちろんノエルのことが好きで応援してる方も見に来てくれるし、もいるからね。なんか6人だけで完成させるっていう思いはあるけど、ノエルを感じれないっていうのも寂しいだろうなって思うし、俺らも寂しくなるからみたいなことはいろいろね、そこ難しい。ライブとして成立させるっていう部分で全部そうしちゃうとね。あくまで TJ はもちろん7人ですよっていうのをこのライブで、海が飛ぶでさ、今回やってくれて軸となってみんなで7人でライブをやるからこそ、来てくださった方々にちゃんと 100% 以上で届けたいと思えばね、みんなでちゃんと一つだと思うので、そこはね、なんかエンタメとして改めてワンチームだなって思いました。いいですよ。いや、ありがとうみんな。ありがとう。じゃあチャーハンよそります。よそりますよ。よそりますよ。